僕のノートを買ってくれた方が、なんと早速1件の売り上げが立ったそうです。はい、どうも、哲也です。なんとですね、僕のノートを先日発表させていただいたんですけれども、別に買わなくていいよっていう風にお伝えしたんですけど、ありがたいことに、とてもたくさんの方から購入をいただいてですね、すごくいいっていう風に、皆さんからご連絡をいただいて、すごくね、僕としても嬉しいなっていう風に思っております。このドロップシッピングっていうのがね、まだ日本でそんなに流行ってないんですけれども、すごくね、皆さん、感度が高い方たちっていうのは、ドロップシッピングって面白い副業だよね、みたいな感じで、いろいろ検索していただいてですね、ドロップシッピングって調べると、なんと、ウェブでですね、僕結構上位にね、表記されてて、すっごいね、嬉しいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。これもね、皆さんのおかげなので、ありがたいなっていうふうにとても思っております。そしてですね、実際に、この僕のノートを買って、1件売れましたっていう DM をいただいてですね、ちょっとその方に、ズームでちょっと対談させてくださいっていう風にお話をしたところ、快くいいですよっていう風におっしゃっていただけたので、本日はなんとその方に対談してどういうところがね、うまくいったのかとか、今後どういう風にしていったらいいのかとか、ちょっとしたコンサルではないですけど、そういったアドバイス的なところとかも僕の方でさせていただければなっていうふうに思うので、これからドロップシッピングを始めるっていう方とか、あとはドロップシッピングまだ知らないよっていう方とかね、これから副業を始めたいっていう方とか、ドロップシッピングをすでにやってるけど、なかなか売り上げが立たないっていう人とかね、結構いらっしゃると思うんで、そういう方に対してね、今回の動画はね、かなり有益になるのではないかなっていうふうに思っております。それでは早速、ズームにつないでいきたいと思います。レッツゴーやっていきましょう。はじめまして、聞こえますか？ゆうすけくんの声が聞こえないですね。聞こえますか？はい。ちょっと待ってください。全然大丈夫です。これで聞こえますか？聞こえます。はい。よかったです。改めてはじめまして。はい。はじめまして。めっちゃイケメンですね。いえいえ。いくつですか、今？今25です。僕らの1個下ですか？はい、そうです。そうなんですね。はい。僕、勝手に同級生だと思ってました。1個下です。そうだったんですね。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。じゃあ、ちょっと、はい。面接みたいですかもしれないですけど、ちょっと、今回用にですね、質問をちょっと考えてきましたので、はい、ちょっと早速、とりあえず1件目売れたのおめでとうございます。はい、いえ、ありがとうございます。よかったですね。ちょっと売れる感覚つかみました？いや、あっけなく入れたみたいな。意外とあっけなかったですか？大きく回して2日か3日ぐらいではい。やったんで、そそうなんの前にキャンプ用品のやつとかをやってみたりしたんですけど、1週間、2週間もしても全然売れなくて、そうなんですね。その前もやってたんですね。それも、テセラさんの YouTube 見ながらやってて、そうだったんですね。それも動画は作らず、バナー広告だけやってました。なるほど、なるほど。バナー広告なんか微妙っすよね。そうです。それで売れなかったんで、厳しいのかなと思ってたけど、一件売れたんで、本当に売れるんだ。よかった。よかったよかった。売れるんですよ。でもやっぱど動画が一番いいっすよね。ちょっとそれ用にいくつか質問を考えてきたので、ちょっと質問をさせていただいてもよろしいですか？はい、お願いします。はい。読みながら、このノートを、手に取る前は、ドロップシッピングや副業に対してどんな悩みとか、あとは副業の壁とかを感じてました？正社員っていう形ではなくて、はい事業主で動画編集することをやってたので、そうなんですね。何か新しいことにチャレンジするみたいなところにハードルはなかったんですけど、じゃあ実際にそのドロップシッピング自体がちゃんと利益を生み出せるかとか、あとはいろいろ輸入する際の使う代行のシステムだったりとか、そういったところのわからないっていう不安、壁みたいなのはすごいありました。確かにちょっと愛会社っぽいですもんね。API とか、僕も最初、もうゴリゴリのスポーツマンなんで、そういう細かいこと嫌いなんですよ。はい、だから最初調べながらやっていったんですけど、僕もそういうの苦手だなって最初思いました。今一回やっちゃえばその後も結構放置だから楽だとは思うんですけど、その最初が僕もちょっと大変でしたね。続いて世の中にたくさんこれだけ情報がある中で、なぜ今回僕のノートを買っていただけたのかなっていうところ。そうですね。もともと自分がいろいろビジネス企業なりチャンネルを見ること自体は好きだったんですけど、はい、やっぱり他の講座の僕の嫌なところがカットの本質的なところがないとか、その実務的に何をじゃあどう作業として落とし込めばいいのかみたいな
載ってないことが多くて、ただその哲也さんの動画に関しては YouTube 自体でも具体的なこうステップに押し込まれてたりとか、あとはその泥水をすりながらもう這い上がったみたいな経験みたいなのがこう、やっぱ成功の部分だけじゃなくて自分のきつかったところだったりとか、大変だったところっていうのもベースにとか発信っていうのをしてたので、すごい信頼できるところがあったりとか、あとはちゃんと作業に落とし込むっていうところですごい無料のコンテンツだけでもすごい参考になったっていうので、ノートを買ったらもっとちゃんとした情報を得られるんじゃないかなって思います。嬉しい。めっちゃ嬉しいです。もう100点満点の回答じゃないですか。ありがとうございます。嬉しい。じゃあ続いてなんですけど、このノートを読んでみて、これ一緒か。まあ他のところと違うなーってところは、やっぱあれですよね。なんか本質的にちゃんとこれをこうしていくっていうところが手順ごとに書いてあったってところがやっぱ良かったって感じですかね。そうですね。やっぱ無料のコンテンツだけでもしっかり手順が公開されてたにもかかわらず、ノートでも、まあ、具体的に言うと、この URL がこのプロンプトをコピーしろとか、そういうもう本当に正直頭を使わなくても作業が進むような感じでノートが書かれていたので、すごいそれは具体性というところは他よりも圧倒的にあったのかなと思います。あります。ありますね。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。ちょっと質問ばっかりになっちゃうんですけど、続いて、今回、ステップ0からステップ7まで、ノートに書かせていただいてるんですけど、その中でなんか一番めちゃくちゃここ良かったなみたいなステップとかってありました？そうですね。一番はやっぱステップ6の海外動画で伸びてるものを和訳するっていうところが一番クリエイティブなところなので、ターゲットにどんなもの、どんな動画が刺さるのかみたいなところを自分で考えるのが一番大変だったですけど。いや、本当にそうですよね。結構大変ですよね。だって、そもそもだって、今多分動画をやられてるから分かると思うんですけど、どういう動画をアップしたら伸びるかとかって、ちょっと分かりにくいですよね。だからこそ、その SNS の運用代行やってる人とかも、結構動画の企画っていうところには結構みんな時間かけてたりとか、やってない人とかって何の動画が伸びるかとか、全く分かんないじゃないですか。こういう動画を参考にしてくださいっていう具体例があると、やっぱ分かりやすいですね。その動画を回ってればいいんだみたいな。はい。なんで僕は動画編集とか関連の仕事をしてるので、まだそこのハードルは高くなかったのかなとは思ってるんですけど、ただそれでもやっぱステップ6のところはすごい参考になったので、まあ、他の全く動画やったことないっていう人とかでもすごい参考になるんじゃないかなとは思います。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。嬉しい。なんかちょっと逆に読んでて、ちょっとここ難しかったなとか、ちょっとここ苦労したなみたいなところってありました？そうですね。僕の中では一番ツールの連携みたいなところがすごい苦手でしたね。なんかそれこそ API 連携だったりとか、こうメタとベースとか、ベースと CKB をつなげたりとか、この辺の連携みたいなの、まあ手順を見ながらやったんですけど、じゃあしっかりこう自分の中でできたか、理解してできたかっていうと、そうではなくて、やっぱこう手順を踏んだからこそ一旦作ることができて、で、作ったからこそ運用してみて、やっと理解が深まったみたいな形になって。ああ、なるほど、なるほど。はい、なので、その手順書みたいなノートがなければ、しっかりとした理解した状態で進めるみたいなのは、もちろんできなかったし、それを構築することもできなかったのかな。なるほど、なるほど。今回、僕もそこが一番苦手だったんですよ。そのAPI 連携とかいうところがすごい苦手で、文章で書いた時にちょっとこれ分かりにくいんじゃないかなと思って、それで動画を別で撮って、そこに動画で実際にこうやっていく手順っていうところをこう追っていったというかやったんですけど、やっぱその動画がなかったら結構難しかったですか？そうですね、動画も本当自分のパソコンの中で2画面で映し出して、そのまま同じことやってってそうだったんですね。はい、そっかそっか、やっぱじゃあ動画があるとやっぱ違ったんですね。そうですね。あとはもう難しいところと壁で重なっちゃうと思うんです。その輸入業者がどこを選べばいいのか、紐づくのかとか、それがその輸入業者が本当に今成功してる人たちが本当あって、その輸入業者って調べても出てこないことじゃないですか。なるほど。やっぱ難しかったところでもありながら、まあ一番ためになったところでもあるかなという印象です。ありがとうございます。ちょっと話からずれたかもしれないです。いや、とんでもないですよ。はい、その次の質問が、同じような質問なんで、ちょっとこう省きますね。その次が、質問7が、自己のノートを読んでみて、多分、ユースケさんの場合は、
僕のこと YouTube のもともと YouTube から見ていただいてると思うんですけど、そのノートだったら YouTube を見て実際にショップを立ち上げて出品するまでってどれぐらい時間かかりました？大体でも IPS 目つけてからは言わない方がいいか。大体1週間から2週間ぐらい、2週間ぐらいですかね。2週間ぐらい売り上げが立った。で出品だと1週間ぐらいですかね。出品までで1週間。はい。で、売り上げ立つまでで10日ぐらいって感じですか？そうです。それでだってペイできますもんね、その1件の売り上げで。じゃあ1週間でもう回収したって感じですか？そうですね。はい。すごい、それは。めっちゃスピーディーじゃないですか。才能があったのかもしれないですね。いやいや、そんなこと言うとあれかもしれないですけど、めっちゃ早かったですね。今回、1件目売り上げパッとあったじゃないですか。さっきもちょっとお聞きしたと思うんですけど、率直な感想を聞きたいです。1件目パッて売れた時の、その通知が来たわけじゃないですか。そうですね。その時は、ちょっと嬉しい反面、信じれなかったっていうか、こういう機能がアップグレードされましたうちがいっぱい来ると。はい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 。で、どうせその通知だろうなって思って見た時に購入されましたっていう通知だったんで、正直めちゃくちゃ嬉しくて、ただそれが、やっぱどんどん売れていくのかとかっていう不安も同時に来たというか、これを大きくしていくにはどうしたらいいんだろうなっていうか、売れたからこそこれをどうちゃんとベストしてやっていくかみたいなのも来たって感じ。ただでも嬉しかったです。1件目の通知が来た時に。もう率直なですね。そうですね。僕も正社員で働いてた期間はあるので、はい、今の仕事からもやっぱこの動画を作ってって言われて納品するみたいな感じなので、言ってしまえばその作業に対する対価みたいな形でしかお金をいただいてないので、それを自分で仕組みじゃないですけど、それでして、そこからは買ってくれるか買ってくれないかという世界で、商売が成立したみたいなところにちょっと感動というか、嬉しさみたいなのはすごい感じました。自分で売り上げを立てたい。自分でお金を生み出せたっていうところがありますよね、確かに。僕も思い出しますね、最初の頃。今だにも覚えてますね。本当ですか？はい、美容師をやりながらだったんですけど、その時は。その時ドロップシッピングじゃなくて、普通にちゃんとブランドを作って、で今もそのブランド続いてて、ちゃんとこうブランドを運営して、OEM でちゃんとやってっていうブランドだったんですけど、ドロップシッピングと違って、その時はいついつの何時から発売開始しますみたいな感じでやってたんですよ。でちゃんと広告とかやってなかったんですけど、ストーリーとか投稿とかでちゃんとこういついつの何時にやりますみたいな感じで言って、その前日とかその時間の1時間前とか、なんかもうそわそわしすぎて、もう僕お酒飲みましたもんね。なんかさすがにちょっともう無理だと思って、この緊張感がでちゃんと在庫も持ってやってたんで、それは全然違う、また。なんでそれとかをやっぱ経験して、ドロップシッピングってやばいなって思う。話はずれちゃったんですけど、思い出しますね。その1件目売れた時の喜びというか。僕は確か1日で17件ぐらい売れたんですよ、その時。バンバンバンっていう風に。安かったんですけどね、その分、めちゃくちゃ安かったですけど、今に比べたら多分3分の1ぐらいの価格だったんで、めっちゃ安かったですけど、でもやっぱ嬉しいですね、本当。続いて、質問ちょっと飛ばして10に行きます。こう売れた後でドロップシッピングに対して、稼げるっていう確信の度合いって変わりました？そうですね。やっぱ変わりましたね、そこは。なんていうんですか、在庫をまず持たないっていうので仕入れリスクがない。一件売れたっていう実績があることによって、売れば売るほど、やっぱり契約にかかる費用以外は利益になるので、もうこの数をまた売っていくだけ、実績が1個でも取ればやっていけるんじゃないかなっていう自信にはつながります。ただそうですよね。費に対して割に合うかとか、そこをちゃんとビジネスとして考えていく必要もあるのかなと思って、もちろんそうです。そこにやっぱりコンサルの価値みたいなのはそこにあるのかなっていうような印象はあります。ただノートを買うだけではさらにビジネスとして稼いでいくっていうのだったら、もっと自己投資みたいなところは必要なのかなって感じました。結局そうですよね。広告費が高騰しちゃうから、別にノート、僕は結構このでも言ってるんですけど、別にノート別に買わなくていいですよって言ってるんですよ。なんか僕その部でお金してる人結構嫌いで、このノート買わなくていいですよとは言ってるんですけど、結構ノート買ってくださった方とかからとかをいただいてる限り、その広告費がもともとすごいかかってしまってたんだけど、このノートとかを買うことによってその広告費が節約することができた。結局そのノートを買うっていう先行投資はあったけど、
その後にその分広告の費用対効果が上がったから、1週間とかの目で見たらもう全然買ってしまった方が安かったっていう DM をいただいたんですね。なので、ソータを持ってくださってるっていうのがちょっとなんか嬉しかったのと、ちゃんとノートで結果が出てるのと嬉しくて、質問12にしますね。7のメタ広告に関してなんですけど、メタ広告出すときって最初怖かったですか？実際に回してみてどうでした？怖かったですね。まず、動画自体作るとかは慣れてたんですけど、実際に広告回すのはやってこなかったので、その広告の設定も普段使ってるやつとは違った、イベントマネージャーとかビジネスマネージャーとかいろいろあって、分かりにくくしてるんじゃないかっていうぐらい分かりにくくて。本当ですよね。はい、間違いない、間違いない。ここで商品が売れるか売れないかも分からない状態で広告、お金を払うっていうところが少しハードルとしてはあったので、もちろん心理的にも怖い印象はつけられますね。そうですね。ノートに書いてある通り、最初はこういう単価っていうのは決めずにデータを集めるっていうところにフォーカスするっていうのが一番大切だと思ったので、やっぱりそこは割ってデータを集める、そのターゲットにどれくらい届いてるのか、その動画自体が広告として回すのになんか的にいいのかとか、データを集めるっていうのがすごい経験値として考えたら、売れる時点でプラスマイナスだったらプラス、自分の経験にもすごいつながったなっていう違いです。ありがとうございます。すみません、次最後の質問になっていいですか？はい。これから15万の質問なんですけど、これからこのノートを買おうか迷っている人とかいると思うんですね。もともとユうスケさんももともと買うか迷ってたと思うんですけど、そういうふうにこれから人生を変えていきたいとか、自分で稼げるようになりたいとかいう人に対して、なんかこう一言、もしアドバイスがあればいただきたいなって。そうですね。結局、やってみないと何も始まらないって思うタイプ。一番は悩んで考えて行動しない時間っていうのが一番もったいないかなっていうふうには思います。正直、買ってみてうまくいかないかいかないかが分かると思うので、まず、ノート自体がすごい具体的な手順が乗っかってるようなものになるので、買えば実際そのブランドを立ち上げるというか、商品を出品するまでが完結するので、そういったマニュアル化みたいなのがされてるので、その書いてある通りにスイッチを押すだけ迷わずに、とりあえずやってみるっていうところが大切なのかなというふうに思います。ありがとうございます。あれですね。僕と同じ1件の売上通知快感を味わってほしいです。そうですよね。いっといいですよね。売れたってマジでドーパミン出ますよね。OK です。ありがとうございます。何かユうスケさんの方からちょっと質問とかがあれば、逆にこの方で書いていければなって思うんですけど、はい。何かあったりしますか？iPad ケースを僕は販売してたんですけど、はい。iPad があったりとか、説明書の点であったりとか、あとは販売金額に対しての広告費をどれくらいかけるかとかで、どういうフォーカスした方が、そういうリスクを下げて、リターンを最大化できるかみたいな。なるほど、なるほど。ケースだと、そこがやっぱりトラブルの発生のしやすさだったりとか、そういうのが発生するんじゃないかなと思って。なるほど、なるほど。分野の決め方をってことですよね。どういう分野を決めるかっていうのが、結構、もともと僕が、アパレルをやっていたっていうので、そういったアパレル関係が得意ってところ。あとは、カロデータとか、ノートにも載せてるんですけど、カロデータ。海外のブックショップで人気なものとか、あとは、インスタのリールとかトックとかで、海外のドロップシッピングだけの商品を集めたアカウントっていうのがあるんですよ。毎日、いろんなドロップシッピングの商品を投稿してるっていうアカウントがあって、でそれをいいねとかしておくと自分のリールとかに割とおすすめでいろんなドロップシッピングの商品が流れてくるようになるんですね。なんでそういったところで、僕は常に、アンテナを張っていて、なんかこれ流れてきたらすぐスクショとかをして1688とかタオバオとかで検索して利益がだいたい6000円からできれば1万円ぐらい1万円前後で売れる商品っていうものをなるべく探しているっていう感じですね。なんでこのジャンルだから稼げるよとかは別になくて、どのジャンルでも稼げるとは思っていて、ただそこに対して僕がすごく本質的だなっていうのはもう見せ方ですね。これは言ってるんですけど、見せ方がすごく大事で、商品が先に行くんじゃなくて何かの困りごとがあってその困りごとを解決するのがこの商品っていう感じで見せるんですよ。ってなるとこの商品
品って、ただの商品じゃなくて、自分が困っていることの、例えばコンプレックスだったりとか、あとは何か日常的にこれすげえ不便だなみたいな思ってることとか、そういったものを解決できる商品になるんですよ。なんで、これの単価っていうのを高く設定することができるんですね。だから、結論どのジャンルだから稼げるとかはもうなく、どんな普段不便だったりとか、コンプレックスだったりとかってあるのかなっていうところにすごくアンテナを張っておく。で、そこに対してどういう商品を売ることでそれを解決できるのかなっていうことをすごく考えておくと、ドロップシッピングをした時にいろんなアイデアが出てくるし、動画の見せ方っていうのも全然変わってくると思うんですよね。なんか、その商品の良さを説明しちゃうと思うんですよ。日本人って営業するときに、例えば水を売ってくださいってよくあるじゃないですか。この水はこんないい成分が入っててとかいうふうに言うと思うんですけど、そうじゃなくて、こういう困りごと、あなたが今喉乾いてるんだったらこの水がどうですかみたいないう感じです。なので、その商品の良さを説明するっていうよりかは、あなたの困りごとに対してこの商品がありますよっていう見せ方をすれば、割とどんな商品でも高く売れるし、しっかり売れるようになるのかなとは思ってます。っていう回答で大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。困りごととかコンプレックスが何かみたいなところを日常にアンテナ張るっていうところと、それに合うような商品のリサーチみたいなところを日々考えさせていくっていうところです。はい、ありがとうございます。とんでもないです。はい。ってな感じで、ちょっと一旦、ズームを以上になるんですけど、大丈夫ですかね。はい、はい、大丈夫です。よかったです。ありがとうございました。頑張ってドロップシッピング。はい、じゃあまた、お疲れ様です。ありがとうございました。はい、ってな感じですね。ズームが終わって、めちゃくちゃイケメンでめちゃくちゃいい子でしたね。でもちょっと羨ましいぐらいですね。はい、てな感じでですね、僕のYouTube とノートを見ながら、実際になんと10日で売り上げまで立てれたってことだったので、めちゃくちゃ優秀な子ですね。彼は多分ね、もともととかの仕事をしてたから、やりやすかったっていう風に言ってたんで、そこはちょっとあるかなとは思うんですけど、それでもね、ちゃんと1件目の売り上げを立てられるっていうのはめちゃくちゃ素晴らしいことだと思いますし、僕もね、昔思い出すなっていうところもいくつかあります。なんで、僕はいつも言ってますけど、別にノート買っても買わなくてもいいです。別に買わなくてもいいんで、こういった副業とかにチャレンジしたい人がいたら、ちゃんと僕のを見たりとか、あとは別の人のノートとか、そういったコンテンツでも別に構いません。なんで、買うメリットとかもう僕さっきも言ったと思うんですけど、この広告費が高騰しちゃうこととかそういう部分もあると思っていて、例えば需要があればですけど、広告の運用に関してとかそういったところ、今後アップしていければなっていうふうには思ってます。なんで別にノートを買っても買わなくても別にいいんですけど、実際にノートを見て購入していただいて実際に売れたっていう方がいらっしゃったんで、こういう一例もありましたよっていうご紹介になりました。てな感じですごいいい動画になったかなっていうふうに思います。これからね、いろいろと悩んでる方とか、実際にドロップシッピングやってるけどなかなか売り上げがまだ立ちませんっていう人とかもね、いろいろいらっしゃると思うんでね、最後に僕がアドバイスさせていただいた見せ方っていう部分はすごく大事だと思うので、そこの見せ方ってところを、コンセプトなんなりよく考えていただいて、他のブランドとの差別化をしていただければなっていうふうに思います。チャンネル登録といいねをしていただけると僕もYouTube もっと頑張ろうっていうふうに思えるんで、それだけは最後に、お忘れなくよろしくお願いします。ってな感じで、ではまたね。ノートの URL はこの動画の概要欄に貼ってあります。